はい、それじゃあね、普通、10本の木を、まあ、4年か5年育ててるとこういうのが出るんですよ。ここはいいと思っとったらぐるっとこう立ち上がりが曲がっちゃったっていうね。もともと小さい時のではこんな風じゃなかったはずだけど、まあこういうのが、ほっとくと、名木にはならないということでですね、もうすでに1年ぐらい前に、仲間の中からこれは取り木せんと無理だなということで、ここにもう取り木用の材料ということで、ちょうど今取り木の入梅の一番いい時期ですので、取り木の、ここでこれの取り木の方法いいかね、取り木の方法、これの欠点の解消にはもう取り木しかないというふうに判断しましたので、取り木を始めていきます。これが1の枝になってくるかな。うおきついけど、まあいいだろう。どこから切るつもりでおるのか。取り木をね、で今説明します。今自分なりにちょっと、切りましたけどね、まあこの辺、根が出てくるようにしたいんですよ。ここから上、ですからこれの 1.5 倍というとまあこれぐらいですが、剥離皮をね剥離して取り木をかけるということでやります。皮を剥いて水苔で巻いてという、まあ、手順でやりますのでご覧ください。下の上ですね。ここが上、ここ根っこの先っぽになるところ、それとここ、あれですよね、皮を剥く、剥離、梅雨の時期っていうのか、その芽が出る、今まで、5月からね、まあ時期的には新芽が出るよっていう時にやっぱりそういうことは根っこも出やすい、挿し木をする時期も取り木をする時期も、温度的にやっぱり一番いい根の出る時期だね。で取り木のねもう一ついいことは、取り木をかけて育てたやつはこの四方に根が出た場合ですね、太りが早いんですよ。かなり太るスピードが、これが取り木をかけて、活着をしてっていうのか根が出て、それからこっから外して2年ぐらいするとびっくりするぐらい太るからね、これはこれぐらいでいいです。取る場所ね。でちょっと今度はね、以前も取り木のあれはやったるはずだけど、あんまり細かく最初からずっとやったのはあまりないかもしれんで、今日はこれまあ私は今回はこういうので、やるんですけどね、
ビニールで、全体を包むという方法もあるんですよ。こういう風だね、こういう風になるんだけど、ちょっと待ってくださいね。これになるまでにまたいろいろと、ちょっと下がね、ここら辺まで落としたいんだ。これでもう一つ準備がいろいろあって、ここへね、水苔をこう入れるんですけど、若干シリカを入れて、それで水苔、普通に市販で売っとるやつ。市販で売ってるのを、割合はまあこれがしっとり塗れればいいことで、シリカの割合とかそういうのはいい気にせんでもいいの？高いもんじゃないから多少は多めの方がいいんだけどね。こういうふうに殺菌とか、そういうね消毒を兼ねて、雑菌、今の時期はやっぱり切り口に菌が入りやすいでね、それで失敗するっていうのが意外と土を今日は丁寧にやるでね、失敗しないように。まあ量的にあんまり分からんけど色が、つくっていうのか、こんな感じですわ。一つかみっていう感じで、これちょっと手が汚れるけど、つくのは確実ですので、嫌がらずにやってください。まあ別にすぐ取れちゃうけどね、これでまあここら辺へ、まあそんなに直接こういうふうにね、その部分をちょっと強めにやりたかったもんで、ここへ麻紐とか毛糸でもいいけど、ビニールはどうしても完全に除く必要があるけど、こういうのはこうやっとけばある程度時間が経つと腐るでね、根にそう影響ないと思うんで、まあ今度取れなくっても安全だということですが、取り残してもそれほど気にならないけど、まあこれで一応ね、でここがそこに来るんで、これで、およそ終わりました。ここでね、まあこれを全部入れるかこれを入れるかですが、こっちの土を入れた方がいいような感じですね。まあ水苔全部やる必要はない。
これであともう乾かないようにね、上があんまり日照りやなんかで乾くといかんから、ここへこれで水やって終わりです。このやり方としてはこれでね、こういう風です。まあこれでいい盆栽が私はできると思いますよ。これで全周うまく根がついてくれたら、あとここからまっすぐですのでね、まあこれのやり方。それじゃあもう一つなんですが、この相関になったのがですね、まあこういう状態で相関から、取り引きしたい場所、ここ厳しいんですが、鉛筆ちょっと見づらいんで、取り木を一番上でかけるのはここら辺です。二股になったすぐ下。うん。からなんで？やっぱりここ不自然でしょ。ここからこっちへ曲がってきとるでここでかける、ここで取り木をかけると上の層はつながってるもんで、景色としてはこの方がで、ここから根がぐっと出てくるとこの辺が太くなるで、親子関係がはっきりするということですね。で下は地面ギリギリでやるぐらいしかないんですが、ここで、取り木いっぺん皮剥離しますが、それでもう一つ条件前のと違うのは、この上を磁力を下げるために抑えるために刈り込んだんですよ。で我々若い時にいろいろ指導者に教えてもらったんですが、上は全体が生き生きとして水を吸い上げる必要があるから、こういう上も取り木をするときは剪定しん方がいいよということで言われております。だからそれを私確認したこと一度もないんで、今回それを確認のために今更あれですが、確認のために本当に取り木が無理なのかどうか、意図的に剪定しました。そういう事情がありますが、上はやっぱり生き生きと水を吸い上げとった方が、力がねあるのから発根するとやっぱりたくさん芽が出るというのは事実だと思いますよ。多分私はその辺を納得しとったんですが、どの程度ダメかその辺もちょっと私も知りたいもんでね。で人に今度は上が、磁力がないような感じだったらこれはちょっとつかないぞという指摘もできるから、そう思ってちょっと聞いただけではいかん。私は嘘だとは思っとらんけどね、この上はやっぱり生き生きとしたのを元気なほど活着はしやすいですよね。根が出やすい、当然だと思いますね。これで下を剥がしたいんだけど、ここら辺は直径の1倍ぐらい、本来は 1.5 ぐらいだって言ってますが、ちょっとこれ以上下げるわけにいかんで、1倍ぐらいで、1倍以下かもしれんけど許してもらいたいです。土を下側のところまで下げたらいかんの？それやると時間かかるでね、これで十分取れますわ。
今までの私の経験でいくとこの辺は取り木をするときはその土は触らない方がいいってそうそう、この土でまたこっちの根が生きとるうち、やっぱり元気なのは根も出やすいね。この目的が達成しやすい、両方元気な木が一番いいですよ。これは去年植え替えしてそのまま。そう、他の木と同じように1年1回ずつ植え替えてきたもんですよ。だけどもうあと3、4年で完成させるんですがね、まあそれがこのままだとあまり立派なのにできない。これも同じようにね、ビニールポットを使います。これはだいぶ低いね、こんなところで。ここがね、まあこのペト土とあれにやったでいいけどね、じゃがいもシリカでなるべくこの上っ面だよね、ここから根が出てくるところですから、ここをまあ消毒を兼ねてやるんですけど、よし、こういう風です。それでよいしょ、おっと下へ入るかな。これ入れちゃやもうこっちのもんだ。こうやってね、また来春っていうんですかね、来年の春、3月か4月頃にこれ外しますわ。でその時も動画、私が元気だったら映してもらいますので、一応これでここは乾燥防止用ですわ。水苔ですのでね、乾燥防止、夏場に向けてこれからずっと、過ごしますので、まあなるべく日照りの若干少ないところで、あまりねカンカン照りのとこは、こういう刺し目したり取り木をかけたやつは、若干日陰の半日日陰ぐらいが一番安全ですね。こういう風だね。相関できました。